チュッスゆせです。今日は自転車日本一周野宿場所ランキング発表していきたいと思います。日本一周中にした野宿回数191泊のうち一番野宿する回数が多かった場所はどこなのか、また野宿場所ごとの特徴はどんな感じなのか説明していこうと思います。では行こう。第7位、5泊駐車場。これは有料駐車場ではなく無料の駐車場ですね。しかも駐車スペースではなく駐車場に付随する東屋のようなところのことです。無料駐車場は観光地のすぐそばにあることが多くて、これのいいところはですね、早朝の観光地が楽しめるところです。自転車乗ってると早朝に目覚めることが非常に多いんですが、そのまま早朝の観光地に行くとマジで人が誰もいなくて、建物や景色を独り占めすることができます。同じく第7位、5泊廃浴です。廃浴は漏れなく私有地にあるのであまり褒められた行為ではありませんが、突然雨が降り出したりして売りに出されているレストランの軒先とかに泊まるっていう感じですね。大きな通り沿いにあることが多いので車の音とかは気になりますが、あくまで緊急避難でお邪魔させてもらうということで車の音なんかは我慢するという感じです。第5位、河川敷河原6泊。終わってみると意外と少なかったんですが、河原や河川敷、湖畔沿いというのは野宿スペースとしてはかなり優秀なように思います。河原沿いといっても大きく2通りありまして、一つは橋の下、これは雨風がしのげることが多いのでかなり便利に使えます。もう一箇所は橋の下じゃなくもう本当にただの河原に寝るという感じになります。河原で野宿する際に注意しなければならないのは、まず泊まる場所の上流にダムがあるかどうかですね。突然放流が始まったりしてしまうと、気づいたら流されていたということにもなりかねないので、ダムがあるかどうかや、上流付近で雨が降っているかどうかなんかも気にしながら探すことになります。また本当にただの河原沿いで野宿するとなると水の確保が難しいです。川から水を汲むのはあまりにリスキーなので、事前に水をたっぷり用意した状態で泊まるようにしないと、朝歯を磨いたり料理をしたりするときに水が足りなくなってしまいます。同じく第5位、バス停駅6泊です。駅に1泊でバス停に5泊が内訳ですが、なんといっても注意しなければいけないのはバス停や駅にはバスや電車が来るということです。そりゃそうなんだけれども、バス停や駅は利用する方がいるため、終バス終電が終わってからピットイン、市バスや市電が来る30分以上前には出発していたいところです。それを確認するのがすごいめんどくさいのと、ゆっくりできないというのがかなりネックだったので、このように止まる回数が減っているという感じです。止まれるバス停は限られています。というのもバス停といってもただバス停に止まるのではなく、バス停のそばにある待合所に止まることになるからです。この待合所というのが雪が多い地域や寒い地域にはよく付随してあるんですが、南の方に行けば行くほどバス停のそばにはベンチがあるだけだったり何も置かれていないバス停が増えてくるので野宿する回数は減っていきます。第3位、無料キャンプ場。これは厳密には野宿じゃないですが、やってることは野宿とほとんど一緒です。キャンプ場に行ってテントを立てて、あるいは立てないで寝て起きるということです。キャンプ場によってかなりルールが違うので事前に調べておくことをお勧めします。受付が必要だったり入る時間が決まっていたり、オンシーズンは有料だけどオフシーズンは無料で使えたりと、キャンプ場によってかなりルールが異なっているのでいちいち調べるようにしましょう。概要欄に無料キャンプ場まとめをしてくれている方の Google マップの URL を載せておくので参考にしてみてください。無料キャンプ場の優れている点は何といっても早起きする必要がないことです。基本的に野宿は人の迷惑にならないように朝皆さんが活動を始めるタイミングの前に撤収を済ませておくことが必要となってきますが、無料キャンプ場の場合には、何時まで寝てても
大丈夫ということで、ゆっくり寝ることができます。それと、無料のキャンプ場には泊まっているキャンパーさんが多いこともあり、他のキャンパーさんと交流することも大きな魅力の一つです。キャンプ場で仲良くなった人の家に後日遊びに行ったりとか、カップ麺をすすっているとあまりに貧弱な私の姿を見てバーベキューに誘ってくれるキャンパーさんもいたりしました。第2位、道の駅類似休憩施設49泊。道の駅や休憩施設で野宿することは明確に禁止されている道の駅もありますが、多くの道の駅では黙認状態となっているようです。いくつかの道の駅ではサイクリストやライダーさんが休憩できるスペースとして畳スペースを開放してそこに泊まれるようになっている道の駅もあったりします。ここでも道の駅閉店後に寝る場所を確保するようにすることと、できれば道の駅のスタッフの方に一晩場所をお借りしてもいいか聞くこと、そして早朝商品の搬入が始まる前に撤収することが大切です。道の駅は全国各地どこにでもあり、水道、トイレ、たまに電源を確保できるなどかなり便利に使わせてもらうことができました。それと車中泊する方もちらほらいらっしゃって、そういう方たちと情報交換するのも楽しかったです。ただ野宿に慣れてくると道の駅まで行かないといけないというプレッシャーが嫌になってきて、道の駅で野宿する回数は減っていきました。行きたい場所にたまたま道の駅があればそこを利用するというような形に旅の終盤では変わっていきました。ダントツの第1位は公園です。全191泊のうち約半数87泊を公園で過ごしました。公園は大きく運動公園と普通の公園2種類に分けられます。運動公園の便利な点は体育館の軒先や屋根のある観客席があるスペースで寝られることです。気づいたら目の前でおじいさんたちがラジオ体操をしていたみたいなこともありますが、そういう時はそそくさとごめんなさいごめんなさいって言いながら撤収作業を進めます。普通の公園の場合は屋根があるところを探しますが、霧雨や小雨の場合は中に入ってきてしまうこともあります。公園の便利な点、それはマジでどこにでもあることです。編集作業をしてマクドナルドやコンビニから出てきてすぐ近くにある公園にささっと入ってすぐ寝るというようなことが一番パターンとしては多かったです。ただし都会の公園ではベンチに肘掛けがあって寝ることができなかったり、近所のヤンキーがうろついていたりすることもあるので、夜静かに眠りたいという場合は都会の公園に野宿することはあまりお勧めできないかもしれません。番外編。四国ではお遍路さんの休憩所をお借りすることができたりして比較的野宿に優しい環境と言えそうです。また北海道の田舎ではもはや何でもない道端で寝るなんということもありました。他にもサイクリングロードが発達している場所はサイクリングロードの休憩所で寝られることもありました。野宿する場所探し一つとっても地域柄が現れるんだなというふうに思いました。以上、日本一周全191泊の野宿事情まとめでした。今後このチャンネルでは世界一周に出るまでの準備の動画、そして日本一周でやったことをまとめた動画を出していこうと思いますので、よろしくお願いします。楽しみにしててくださいね。おいじゃあねー。見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくよろしく。